3秒で大幅に体を改善させるこのシリーズ。今回のテーマは外反母趾です。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。このチャンネルでは足のさまざまな悩みを解消したいという方にとって重要な目から鱗の情報をお届けしていきます。外反母趾で悩んでいる方はとても多くおられます。いろいろ手を尽くしてみたけれども全く改善せず諦めてしまっている方も多くおられるでしょう。しかし外反母趾はある大きな誤解により改善していかないのがほとんどです。ですから今回は3秒で外反母趾が大きく形が変化し元に戻っていく、その過程をご覧に入れたいと思います。では今回の内容は外反母趾の治し方、そしてその時の注意点、そしてそれによる効果、この辺りをお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることであなたは外反母趾の治し方を目で見てわかることになり、そしてご自身でも実際に体験していただくことができます。まずは外反母趾の治し方を具体的にやってみる前にこちらの動画をご覧ください。ご覧いただいていると分かりますが、外反母趾が一瞬にして引っ込んでいきます。このシリーズは3秒シリーズですが、外反母趾が引っ込むのに1秒もかかっていません。いかがでしょうか。この動画をご覧になった時に皆さんは何か細工をしているのではないかとか、こんなことで治るわけはないから何かおかしいのではないかと思ったりするようです。しかしそうではありません。これが外反母趾を治す本質的なところを表しているのです。外反母趾は実は足の使い方で発生する病気、ハイヒールのせいや遺伝のせい、足の指が弱ったからなどが原因ではありません。ですから先ほどの動画のように足の向きをちょっと変えただけで外反母趾が大きく出たり引っ込んだりする、先ほどの映像がその証拠だと言えます。では具体的にどんなことをしていたのか、私の足で解説します。具体的にやっていたのはこちらの足で説明すると、この状態からつま先と今膝がまっすぐ揃っていますが、膝を内に倒す。こうすると外反母趾がボコッと発生していて、まっすぐからちょっと外目ぐらいまで持ってくる。こうすると外反母趾が引っ込む。こう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 ということを繰り返していたのですね。で今皆さん自身がお家でご自宅でやってみていただくと、この状態から外反母趾を患っている方であれば内に踏み込めば踏み込むほど外反母趾がボコッと出てくるはずです。私の場合は外反母趾はありませんので形が出てくることはありませんが、皆さんが外反母趾であれば出てくるはずです。そしてこの状態から膝をまっすぐからちょっと外目ぐらいまで持ってくると外反母趾が引っ込みます。両足揃えてもしやってみるとすれば、こういうふうにすると外反母趾がたくさん出て、こうすると引っ込んでくるということになります。では注意点です。先ほど内側に膝を入れて足の内側に荷重すると外反母趾になる、外側に荷重すると外反母趾が引っ込むとありました。この外側に荷重した状態にすると外反母趾の人であればあるほどすごく外側に体重をかけている感じに感じるのではないでしょうか。もう少しはっきり言えばガニ股にしてしまっている感じにガニ股にしてしまっている感じがするのではないでしょうか。しかし実際はそうではありません。それが足の世界のまっすぐなのです。今私は内にしました。この状態で膝を曲げてみます。足がまっすぐ出ているというよりは内に倒れているのがよくわかります。次に膝をまっすぐからちょっと外目ぐらいまで回して外反母趾が出ないような状態に戻しました。この状態で曲げてみます。
膝がまっすぐ出ているのがわかるのではないでしょうか。お気づきになりましたでしょうか。実を言うと人間の足というのは外に乗った状態がニュートラル、外に乗っている状態が足はまっすぐになっている状態だったということなのです。多くの方が誤解しているのは、足は全体に右足でやりますとベタッとついている状態がまっすぐだと誤解しているのです。これは実はまっすぐではありません。足の標準ではないのです。これは膝が内にねじれた状態、こういうふうにねじれた状態ですね。この状態が外反母趾発生の大きな原因の一つなのです。ですから足をまっすぐに持ってくる、まっすぐに持ってくるということは、言い方を変えれば外側に乗ったような状態、この状態にすれば外反母趾が出ないような状態になるのです。そしてこの状態は横から見ていただければ土踏まずがある状態、先ほどの内にベタッと倒してしまうと土踏まずがない状態、ある状態、ない状態、この角度でいきましょうか。ある状態、ない状態、ある状態、ない状態、ある状態、正面でいきます。ない状態、ある状態、ない状態、ある状態ですから、外反母趾の方はほぼすべからく、その方は内側に体重を乗せすぎて足がこのようにねじれてしまっているために外反母趾になっている。まっすぐ乗ることによって外側に踏んでガニ股な気がするが、それが本来の足を取り戻すことになるということなのです。ですからこの状態にして足を使おうと思った時にガニ股になるのではという心配はいらないということですね。ではこの外反母趾の改善方法による効果をお伝えしておきます。当然外反母趾の角度は引っ込んで内側に入っていってまっすぐに近くなることになります。そのことによりもう一度先ほどの動画をご覧いただきますが、足の横幅も締まっているのがご理解いただけるのではないでしょうか。実際に皆さんも今私と同じように内を踏んでみる、外に乗ってみるとすると、足のここですね、この幅が広がったり締まったりするのがわかると思います。そうです。外反母趾というのは親指が内側に食い込んだ病気というよりも、足の横幅が広がった結果指が内側を向いた病気です。ですからこのように正しい外反母趾の改善の仕方をすれば、足の横幅自体が狭くなる、足が締まっていくということになるのです。外反母趾の方は靴の側面に足の出っ張ったところが当たって困っていたり、足の横幅が広がったために靴を選ぶのに困っている方も多いでしょう。この直し方をできるようになれば靴選びも大変楽になる、当たることもなくなるということになります。いかがでしょうか。この理屈が分かれば、あとはこの足の動きを歩き方に組み込むだけです。もしもその歩き方に興味があれば、私はこの足改善チャンネルでそのやり方も動画で案内しています。また私はこの件に関して著書を書いておりますので、よければそちらもご覧ください。ただし外反母趾がかなり進んでしまって癖がついてしまった方は、動画を見たり本を読んだりしただけではなかなかうまくいかない場合もあります。そういう場合はこの外反母趾を改善する歩き方であるゆるかかと歩きの指導資格を持った治療科の先生方のところを訪ねてみてください。現在で全国に30人ほどはおられます。その先生方にご相談すると歩き方を丁寧に教えてくれるでしょう。外反母趾はこの点を理解すれば治すことはそれほど難しくありません。頑張ってみてください。